夜空を見上げれば、私たちは、星々が放つ光の壮大さに、心を奪われます。しかし足元、この地球の表面下にも、宇宙と同じくらい広大で、複雑なネットワークが広がっていることをご存知でしょうか。私たちが森を見るとき目に入るのは天に向かって伸びる木々の幹や日光を奪い合う葉の競争です。太古の昔から私たちは森林生態系を光と水と栄養をめぐって互いに争う個々の樹木の集合体として捉えてきました。ダーウィン的な生存競争の原理がこの緑の戦場を支配していると信じられてきたのです。しかし過去数十年間の科学的発見はこの常識を根底から覆しました。深い森の闇の中、生命の生存をかけた戦いが繰り広げられる。その下で木々は実は密かに協力し合い情報を交換し、資源を分かち合う巨大な地下社会を形成していたのです。これはその世界の話ではありません。これはウッドワイドウェブオーダーでウェブと呼ばれる菌類キノコと植物の根によって築かれた地球上で最も古く最も洗練された生物学的通信網についての真実の物語です。これからおよそ30分の旅を通じて私たちは木々がどのようにしてこの地下ネットワークを構築しいかにして互いを助け合いそしてこの発見が生命とは何か社会とは何かという根源的な問いにどのような答えをもたらすのかを探っていきます。この動画を見終わったあとあなたにとって森は二度と同じ場所には見えなくなるでしょう。この驚くべき地下ネットワークの物語は1世紀以上前1885年1885年に遡ります。ドイツの植物学者アルベルト・フランクは多くの木の根を観察中にその周りを微細な菌類の繊維がびっしりと覆っているのを発見しました。彼はこの奇妙な複合体をマイコライザ・イコルヒザ、つまり菌根と名付けました。菌類、ファンガスの根という意味です。フランクはこの共生関係が単なる偶然ではなく植物の栄養摂取に不可欠な役割を果たしていることに気づきましたが、当時の主流の科学はこの発見の真の重要性を理解するには至りませんでした。20世紀に入っても生態学の主要なパラダイムは変わらず森林はあくまでも競争の場として描かれ続けました。そこでは背の高い木が光を独占し地下ではそれぞれの根が水と栄養分を奪い合う孤立した個人主義者の集団だと考えられていたのです。しかしこの競争原理だけでは説明できないいくつかの生態学的な矛盾が存在しました。最も顕著な例が深い日陰に生育する幼木の生存率です。光合成がほとんどできないにもかかわらずなぜ小さな木々は枯れずに生き延び成長を続けることができたのでしょうか。木が光合成で作るエネルギー源、すなわち炭素等は生きるためのガソリンです。日光が届かない日陰ではこのガソリンはほとんど生産できません。従来の競争論ではこれらの幼木はすぐに枯れてしまうはずでした。科学者たちは土壌中の貯蔵栄養や根のわずかな能力で説明を試みましたが、どうにも納得のいく答えは見つかりませんでした。これは地球の生態系が持つ最も重要な未解決の謎の一つでした。森というコミュニティがいかにして競争と淘汰を乗り越え何世紀にもわたって安定性を保ち続けているのか。
その鍵は、私たちが決して肉眼で見ることのない地下の数マイクロメートルス、うまいかろ、メートルの世界に隠されていたのです。ここで、この地下の謎に立ち向かった一人の研究者、スザンヌ・シマード博士の登場です。1990年代1990年代、カナダのブリティッシュコロンビア大学で森林生態学を研究していたシマード博士は、伐採後の森林再生の現場で奇妙な現象に気づきました。森林を皆伐した後、植林された特定の樹種、例えばダグラス、ファー、トガサワラの苗木は、隣にカバノキの切り株が残っていると、その生存率が劇的に高くなる傾向がありました。地上では、カバノキとダグラスファーは激しい競争相手です。なぜ競争相手の残骸が幼木の成長を助けるのでしょうか。シマード博士は、ある大胆な仮説を立てました。それは、カバノキの根とダグラスファーの根が共通の菌類ネットワークを通じてつながっており、そこで資源の交換が行われているのではないかというものです。つまり木々は個体として独立しているのではなく、地下で集合体として機能しているのではないか。この仮説を証明するには、人類が持つ最も精密な科学技術が必要でした。シマード博士と研究チームは、資源の移動を追跡するために、トレーサー追跡物質を用いることを計画しました。彼らが選んだのは、炭素の同位体、具体的には、放射性同位体である炭素14、14と安定同位体である炭素13、13です。彼らは太陽の光をたっぷり浴びて光合成を行っている生木ここでは、カバノキに炭素13を豊富に含んだ二酸化炭素に酸化炭素のガスを注入しました。このガスを吸ったカバノキは光合成を通じて目印をつけられた糖、つまり炭素13を含んだ炭水化物を生成します。次に、隣に生育し日光がほとんど当たらない日陰の幼木ダグラスファーに炭素14を注入しました。これは2つの異なる樹種間で双方向の資源移動が可能かどうかを調べるためです。もし木々が孤立しているのなら、それぞれの木に注入された同位体は他の木からは検出されないはずです。しかし待つこと数週間、研究者たちがカバノキとダグラス、ファーの幼木の組織を採取し、質量分析系にかけてみたとき、彼らの目の前には驚くべき結果が示されました。カバノキに注入された炭素13が隣のダグラス、ファーの根や葉から検出されたのです。そして逆にダグラスファーに注入された炭素14もカバノキの組織から見つかりました。これは紛れもない証拠でした。地下の菌類ネットワークを通じて異なる樹種間で光合成の産物であるエネルギー炭素が双方向にそして積極的に交換されていたのです。木々は隣の競争相手を出し抜くのではなく、困っている仲間、特に日陰で光合成ができない幼木に対し自らが作ったガソリンを分け与えていたのです。この発見は森林生態学におけるパラダイムシフトを引き起こしました。それまで競争一辺倒だった森のイメージは、協力と相互扶助という新たな側面を得たのです。1997年1997年にこの結果が学術誌ネイチャーに発表されると、世界中の科学者がその衝撃的な事実に注目しました。この地下通信網はやがてウッドワイドウェブオードイでウェブ、すなわち森のインターネットと呼ばれるようになりました。では
この生物学的インターネットは、具体的にどのようなメカニズムで機能しているのでしょうか。その仕組みは、私たちが普段利用するデジタルなインターネットよりもはるかに古くそして巧妙です。このネットワークの主役は、もちろん菌類です。菌類は、市場の構造である菌糸を地中に張り巡らせます。この菌糸の細さは、わずか数マイクロメートル髪の毛よりもはるかに細い繊維ですが、これが驚異的な長さと密度で土壌全体を覆っています。健康な森の土壌たった1立方センチメートル一方センチメートルの中には、数キロメートルもの菌糸が詰まっていると推定されています。この膨大な菌糸ネットワークが、文字通り森のすべての根を接続する配線網として機能しているのです。木々が菌類と共生するメリットは2つあります。第一に、栄養獲得の効率化です。木が自力で水を吸い上げる根は太く硬い組織です。しかし菌糸は非常に細いため、土壌の極めて狭い隙間にも入り込み根が届かない場所にある水や、特に動きの遅いリンや窒素といった必須の無機栄養素を効率よく収集することができます。菌類はいわば森の土壌を隅々まで掘り尽くすマイニングエキスパートです。彼らは木が苦手とする有機物を分解し、そこに含まれる栄養素を抽出し、その栄養を菌糸を通じて根に運びます。木はその報酬として光合成で得た豊富な炭水化物等を菌類に提供します。これはお互いが持っている得意分野を交換し合う完璧な互恵的な貿易トレードです。そして第二に情報の伝達です。ウッドワイドウェブは単なる資源のパイプラインではありません。それは森全体に緊急事態を知らせる警報システムとしても機能しています。ある木が害虫の攻撃を受けたり、病原菌に侵されたりすると、その木は体内で防御反応に関連する化学物質ジャスモン酸の元となる物質を生成します。これらの化学信号は菌糸ネットワークを通じて隣接する木々に素早く伝達されることが分かっています。この信号を受け取った隣の木はまだ害虫の被害を受けていないにもかかわらず、直ちに防衛態勢を敷きます葉を硬くしたり、害虫が嫌う毒性のある化学物質フェノール類などを生成したりするのです。これはデジタルなネットワークにおけるサイバーセキュリティ警告と同じ役割を果たしています。被害が広がる前に森全体が予防策を講じることができるのです。シマード博士の研究以降、この地下ネットワークの構造をさらに深く理解するための研究が進められました。その結果、ウッドワイドウェブが私たちが使うインターネットと同じように非常に効率的で分散型なスケールフリーネットワークの特性を持っていることが分かってきました。このネットワーク構造において特に重要な役割を果たすのが巨大で樹齢の古い木々です。シマード博士は彼らをマザーツリー・オテルトレー、すなわち母なる木と名付けました。マザーツリーは圧倒的な光合成能力を持ち、巨大な根系と数多くの菌類パートナーを抱えています。彼女たちは森全体の菌根ネットワークの中で最も多くの接続点を持つハブウッドとして機能しています。例えるなら巨大なデータサーバーであり森全体のルーターのような存在です。驚くべきことにマザーツリーは単に資源を蓄えるだけでなく、積極的にその資源を分配していることが判明しました。特に日陰に生えて
光合成ができない葉木や病気で弱っている木に、対し炭素、糖や窒素水を融通しているのです。さらに、驚異的な事実は、マザーツリーが自分の子孫すなわち遺伝的に近い葉木を認識したの無関係な葉木よりも優先的に資源を分配している可能性があるという点です。これは植物の世界における親族選択金属選択つまり血縁者を助ける行動を示唆しています。このマザーツリー効果は森林の安定性に極めて重要です。なぜならマザーツリーが提供する炭素は葉木が光合成を始めるまでの間に生存に必要なエネルギー源となり、菌類パートナーを維持するための報酬にもなるからです。これは森の未来世代への生命保険とも言えるでしょう。実験データはマザーツリーが伐採されるとその周辺に依存していた葉木の生存率が急激に低下することを示しています。マザーツリーは物理的な根のつながりだけでなく、菌根ネットワークという生命のインフラを維持する森の守護者なのです。では、このウッドワイドウェブを流れる資源の量はどれほど膨大なのでしょうか。ある研究では、1ヘクタールの森林で年間 280kg に 180kg もの炭素がこのネットワークを通じて木々の間を移動していると推定されています。これは森が年間に吸収する全炭素量の約 4% に相当します。なぜ木々は競争に勝つために資源を独占せず分け合うのでしょうか。この背景には生物学的な市場理論マーケットセオリーが働いています。菌類は最も多く炭素を提供してくれる木により多くの栄養リンや窒素を提供します。そして木々にとっても森全体が健康であることは個体としての生存確率を高めます。例えば病害虫のパンデミックが発生した場合、隣の木がすぐに枯れてしまうと、その病原菌が自分に感染するリスクが高まります。ネットワーク全体が健康であれば、個々の木も守られるという集合的なレジリエンス回復力を高める戦略なのです。この地下通信網の存在は、従来の生態学的な定義を揺るがします。もし木々が絶えず資源や情報を共有しているのなら森は、単なる個体の集まりではなく、一つの巨大な超個体スーパーオーガニズムとして機能しているのではないかという考えが生まれてきました。このネットワークの通信速度やメカニズムは、私たちが知る動物の神経系とは大きく異なります。動物の神経は電気信号で秒速100メートル秒速100メートル以上という驚異的な速さで情報を伝達します。一方、ウッドワイドウェブの信号伝達は、主に化学物質や菌糸内を流れる液体の圧力変化推理的変化に依存しています。化学物質の移動は電気信号ほど速くありませんが、そのメッセージは持続的で広範囲に及びます。菌類は土壌の化学組成水分の量汚染物質の存在など環境に関する膨大なデータストリームを常にモニタリングしている大規模環境センサーとしても機能しているのです。この地下の驚くべきインフラストラクチャーは、地球上の生命がいかに深くそして古代から相互に依存してきたかを雄弁に物語っています。菌類は植物がまだ水辺から陸上に進出し始めたおよそ4億年前から植物の生存を助けてきた地上生態系の建築家だったのです。
シマード博士らによる画期的な発見は、0世紀20世紀後半環境破壊や気候変動が深刻化する時代に、私たち人類に突きつけられた重要な警告でもあります。それは、目に見えないものを軽視するなというメッセージです。森林経営における従来の伐採手法、例えば大規模な皆伐は、地上に残された木だけでなく目に見えない地下のネットワーク全体を破壊してしまいます。マザーツリーを失うことは、単に一本の木を失うことではなく、森全体の通信システムとエネルギー供給のハブを破壊する行為に等しいのです。貧困ネットワークが破壊されると、幼木たちは孤立し、十分な栄養を受け取れず、干ばつや病害虫に対する抵抗力が著しく低下します。森が再生するスピードも大幅に遅れ、生態系のレジリエンスが失われてしまうのです。この知見は、現代の持続可能な林業や農業に革命をもたらしつつあります。現在では、より環境に優しい選択的伐採が推奨され、特に高齢で巨大なマザーツリーを意図的に残すことの重要性が認識され始めています。また農業においても、この原理が応用されています。菌を人工的に土壌に摂取する試み、すなわちバイオイノキュラント生物摂取剤の開発が進められています。これにより、化学肥料への依存度を下げ、作物の栄養吸収効率と病害抵抗性を高めることが期待されています。さらに、この菌類ネットワークの驚異的な能力は、環境問題の解決にも応用されています。菌類は非常に強力な分解能力を持つため、地中の石油汚染物質や重金属、農薬といった環境毒素を分解除去するバイオレメディエーション、生物学的浄化の分野で注目されているのです。菌類は地球上の自然界における最も優れた科学者であり、エンジニアでもあります。私たちは彼らの力を借りることで、汚染された大地を再び生命力あふれる場所に戻すことができるかもしれません。ウッドワイドウェブの構造は、人間が設計するネットワーク理論にも大きな示唆を与えています。分散型で冗長性が高く、少数のハブが全体を支える。そのアーキテクチャは、インターネットのデータルーティングや強固な社会インフラ設計のモデルとなりうるのです。しかし、この地下の生命システムには、まだ多くの謎が残されています。最も大きな課題の一つは、木々が交換している言葉を完全に解読することです。炭素の移動は確認されましたが、緊急警報や水分の状態、土壌の質に関する情報は、どのような分子で、どのような周波数で伝えられているのでしょうか。科学者たちは、菌糸が電気的なパルスを発している可能性も研究しています。もしそうであれば、木々は科学的なメッセージだけでなく、動物の神経細胞のような電気信号による高速通信も言っていることになります。これは植物コミュニケーション研究の最前線であり、今後の数十年で解明されるべき大きな課題です。また、ウッドワイドウェブが必ずしも常に利他的であるとは限りません。マザーツリーが資源を分け与えるのは、自分が死んだ後もその遺伝子を残すための戦略かもしれませんし、菌類側も最も健康で強力な木からより多くの糖を得ようと市場の力を利用している可能性もあります。生態学における真の美しさは、
競争と協力が完全に分離しているわけではなく、むしろ複雑に絡み合い全体としての生態系の安定性を生み出している点にあります。この地下ネットワークは、生存のための競争を緩和し、コミュニティ全体の崩壊を防ぐための社会保障システムとして機能しているのです。私たちは今地球の歴史において最も深い生態学的な洞察を得た時代に生きています。森が人間界のインターネットに匹敵する、あるいはそれを超える洗練された情報網を太古から持っていたという事実。この発見は私たち自身の存在に対する哲学的な問いも投げかけます。人間は長らく個人の独立と競争を重んじてきましたが、自然界の最も成功した生命体である木々が実は相互依存と協調の達人であるとしたらどうでしょうか。私たちは世界を構成するすべての要素が目に見えない糸でつながっているという事実に対しより謙虚にならなければなりません。足元の土壌は単なる泥ではなく、地球規模の生命をつなぐ生きた通信システムなのです。ウッドワイドウェブの発見は、私たちが環境とどのように関わるべきか、倫理的な課題を突きつけます。土壌を破壊することは、森の中枢神経系を傷つけることと同じであり、その影響は予測不可能です。持続可能な未来を築くためには、目に見えない地下の生命、特に菌類に対する敬意と保護が不可欠です。木々のささやきを聞くことは、私たちの耳にはできません。しかし彼らが貧困ネットワークを通じて、交わす静かで、しかし確固たる通信は、数十億年にわたる生命の歴史を支えてきました。彼らは、個体としての生存を超え、生態系全体としての永続性を目指しているのです。森の木々は、私たちが考える以上に社会性に富知性を持っていました。彼らの知恵は競争だけでなく、助け合いの中にこそ生命が永続するための真の鍵があることを教えてくれています。私たちは今まだ、この地下のインターネットの初期ユーザーに過ぎません。これから数十年で、その複雑な通信言語が完全に解読されれば、人類は生命と生態系に関するさらに資源な知識を手に入れることになるでしょう。ウッドワイドウェブは、私たちに孤立した個人ではなく、つながった生命の一部として生きることの重要性を思い出させてくれるのです。最後に重要なお知らせがあります。この動画は、科学医学技術に関する教育およびエンターテインメントを目的として作成されており、専門的な医学的アドバイスや治療法を推奨するものではありません。科学的な知見は日々更新されるため、動画内の情報は作成時点の学説に基づいています。健康上の問題や医療的な判断が必要な場合は、必ず医師や専門機関にご相談ください。